皆さんこんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。お元気でしょうか？このポッドキャストでは中級から上級の方に向けて日本の文化や価値観、あとは時々心理学についてお話ししています。少し難しい言葉を使うこともありますが、ぜひリスニングにチャレンジしてみてください。日本語のスクリプトと今日は心理学の話もするので、心理学の専門用語の解説も無料で公開をしているので、必要な方はペイトレオンをチェックしてください。皆さんは自分にとってあまり親しくない人、あんまり重要ではない人に対してどんな風に接していますか？例えばコンビニの店員さんとか、荷物を届けてくれる配達員さんとか、あと、エレベーターで一緒に乗った人とか、そんな人たちですね。そう、家族とか友達とは違って、もしかしたら多分その日しか会わない、もう二度と会わないかもしれない人たちですよね。私は最近、そういう自分からはちょっと遠い関係の人とのほんの数分のやりとりについて考える出来事がありました。今日はその2つの出来事、すごく嬉しかった3分間の話と、その反対にちょっと1日引きずってしまった2分間の話、この2つをしたいなと思います。まず3分間の話からしたいんですけど、この前、つい最近、コンビニに行ったんですね。レジにいたのは、日本人の店員さんではなかったんですけど、私がお会計に行く前から、顔が見えてて、私は並んでたんですけどね。そう、その時は他のお客さんのお会計をしてたんですよ。顔が見えるよね。そうそう。私にはちょっと怖い感じに見えたんですよ。疲れてるみたいな、怒ってるみたいな、眉がグッてなってて、唇がんってなってる感じ。って感じかな。そんな感じ。そんな表情だったんですよね。実際怒ってたか、不機嫌だったかっていうのは、実際はわかんないですけど、それがその人の普通だったかもしれないです。そう。で、私はその人を見て、あんまり機嫌が良くなさそうだなーって、疲れてるのかなーって、思ってたわけです。それで私の番になって、商品を置いて、お願いしますって言ったんですね。そうすると、店員さんは商品を一つずつピッてして置いてきますよね。で、袋はいりますかって聞いてくれたので、袋いらないですって答えたんですね。その時は私はお箸が欲しかったので、お箸一膳いただけますかってお願いしました。いつも通りって感じですね。私はいつも今みたいな感じで人とコミュニケーション取るんですけど、あと私の場合は基本的にその人とコミュニケーション取るときは相手の目を見るのを結構大切にしてるんですね。なのでその時も店員さんのことを見てたんですけど、店員さんは手元しか見てなかった、その時はね。そう。なので全く目が合わなかったんですね。それで、その日はカフェラテも買ったんですよ。みんなの国も一緒かな？日本のローソンだとカフェラテを注文するとシロップがいるかどうか聞いてくれるんですよね。店員さんが入れてくれるんです。私が入れるんじゃなくてね。シロップいりますかって聞かれたので、いらないです、みたいな、そういうほんと3分ぐらいの短いやりとりをしたんですよ。で多分そのカフェラテの話をしていたぐらいだと思うんですけど、店員さんがめちゃくちゃニコニコしだして、最初はもう声も小さくて目も合わなかったし、表情もちょっと不機嫌そう、暗かったですけど、少しずつ声が明るく大きくなっていって、顔も柔らかくなっていって、目もめっちゃ合うようになっていったんですよ。そう。もう最後、コンビニ行って、ありがとうございましたって言ってくれるじゃないですか。その時には、最初とはめっちゃ違う真逆のめっちゃ明るい笑顔になってたんですよ。たった3分で。めっちゃ不思議じゃない？
私はたったその3分っていう短い間に人の表情ってこんなに変わるんだなと思って、そう、なんかね、すごく嬉しくなったんです。笑顔になった理由はさ、本当のところはわかんないですけど、もしかしたら私が、まあ普通なんだけど、丁寧に接したから、店員さんもなんか笑顔になってくれたのかな、とか思ったりして、真実はわからないですけどね。でも、その二人の間の空気が、こう短いやりとりを重ねるうちに少しずつ変わっていったように私は感じたんですね。まあそんなことがあって、その日はなんか一日、私はね、ずっとちょっと幸せな気持ちでした。はい。なんかほっこりする感じかな。まあ、なんて言うんだろう。楽しいコミュニケーションが取れたなーっていう感じですね。みんなもこういう経験はあるかな？多分ある人多いんじゃないかなって思うんですけど。うん。ちょっとだけここで心理学の話をすると、まあ、結構引用されている論文なので、ご存知の方もいるかもしれないですけど、今のローソンでのやりとりみたいなのを研究した論文っていうのがあるんですね。それは実験はしてるんですけど、どんな実験だったかっていうと、カナダのスタバで行われた実験なんですね。で、まあ、グループ A と B、仮にね、あるとしますね。わかりやすく話すために。で、内容なんですけど、グループ A は店員さんに笑顔を見せて、アイコンタクトを取って、少し会話をするっていうようなグループだったんですよ。グループ B の人たちは、できるだけ効率よく注文だけを済ませる人たちだったんですね。A と B を比べた場合に、どちらの方がポジティブな感情が生まれるかっていうのを調べた研究だったんですよね。皆さんは A の人たちと B の人たち、どちらの方がその後の気分がなんかちょっといい感じだなになったと思いますか？結果は A なんですよね。短いけども丁寧な交流をした人たちの方がその後よりポジティブな気分を感じていて、かつ人とつながっている感覚っていうのも高かったということなんですって。うん。これは結構面白くないですか？私はめっちゃ面白いなと思いました。なんでかっていうと、なんか私たちって強くて深いつながりばっかり大切にして、それがないとなんか不幸だみたいな、そんな風に思っちゃいがちじゃないですか？でも案外こういうなんていうか、その、薄いつながりというか、一瞬のやりとりっていうか、そういう些細な人と人とのやりとりでも、私たちの幸せには、こう、影響していて、幸せに寄与しているかもしれない、みたいな、そんなことを思ったんですよね。うん、いいよね。なんかさ。そうそう。でも、そんな風に言いつつ、少し前に、これとは全く反対の出来事もあったんですよ。これは1日引きずってしまった2分間の話です。はい。登場人物は郵便局の配達員さんなんですけど、その配達員さんが荷物をね、届けに来てくれたんですよ。そう。で、その人は日本人の男性だったんですけど、玄関に来た時からかなり不機嫌そうでした。まあ、あれですね、コンビニの店員さんと同じ感じかな。不機嫌そうに見えた。うん。で、どんな感じかっていうのをもうちょっと詳しく表現すると、関西弁で言うところの、ふてこいっていう感じ。そう。マジでふてこかった。そう。愛想がなくて、ふてぶてしい感じね。私は最初のコミュニケーションでは、相手がどんな人であれ、どんな状態であれ、基本的に愛想よく話すようにしてるんですね。なので、その時も最初はいつもみたいな感じで、自分のスタンスでコミュニケーションを取ってたんですよ。でね、コロナ以降、郵便配達って荷物を玄関に置いといてくださいって言うと、置き配にしてくれることが多いんですね。だから私はその日も荷物なんですけど、玄関に置いといていただけますかって言ったんです。そうそう。そしたら配達員の人がもうめっちゃでっかいため息をついて、その後沈黙がしばらくあってね、多分ね、2秒ぐらいだと思う。で、その後、名前聞いときたいんで、みたいな言い方をね、
したんですよ。めっちゃ嫌な言い方じゃないですか？みんなにとっては普通かな？私はね、めっちゃ嫌な言い方だなーって思ったんです。そう。その瞬間、って思ったんですよね。そう。あまりにもちょっと嫌な言い方すぎてね。そうそう。で、もうね、相手のその不機嫌さに引っ張られちゃって、私もね、返す言葉をすっごい不機嫌な声で返しちゃったんです。もうほんとね、感情伝染って心理学の用語があるんですけど、それの典型例みたいに、本当に、自分の名前を言ったんですけど、もう我ながら、もう、その配達員の人と引けを取らないぐらい嫌な言い方をしました。悲しい。そう。そんな感じで、そのやりとり自体はそれで終わったんですね。それも本当2分ぐらいのやりとりだったんだけど、私はね、その後、その2分間を、これまたね、1日引きずったわけですよ。なんか、人に対して、すごい残念な対応をしてしまったなと思って、ずっとね、心に残りました。寝たら治ったんですけど、その日一日嫌な気分でした。相手は、家族でも友達でもないし、多分もう会わない人。配達員さんって結構変わるので、あんまり会わないんですよね。私が少し不機嫌に名前を言ったからといって、相手の人生にもそんなに影響はないじゃないですか。多分ね。でも私の方には、少なくとも1日は残って、今もこれぐらい詳しくみんなに話せるぐらいには記憶に残っているわけですよね。そう。そんな出来事、2つの出来事があって、本当にどちらも日常の些細な出来事ですよね。コンビニで3分話したことと、配達員さんと2分話したことですよね。たまたまこの2つが近い時期に起こったんですよ。起こった出来事だったんですよね。なので、ちょっと並べて考えるタイミングっていうのがあって、最初、配達員さんの出来事だけ考えてたときは、なんか私って相手の機嫌に引っ張られやすいのかなって思ったんですよ。でも、コンビニの出来事と並べてみると、それだけでは説明できないんですよね。だって、コンビニの店員さんも最初はかなり不機嫌そうだったわけじゃないですか。でも私は、その人の態度に合わせて、自分まで不機嫌にはならなかったんですよね。いつも通りに話してたんですよ。じゃあ、私があんなに引きずったのはなんでだったんかなと思って考えたんですけど、そう。結構ね、私はそういう不快な出来事は今みたいな感じで振り返るんですよ。なぜかというと、同じことでまた不快な思いをしたくないんです。そう。原因がわかれば回避できるかなと思って、それでちょっと面白いことに気づいたんですね。私が一日気にしていたのって、配達員さんの態度じゃないんだよね。あの人感じ悪かったなとか、なんなのあいつみたいに怒ってたわけじゃないんですよ、本当に。ずっと気になってたのは、自分があんな感じの悪い返し方をなんでしてしまったのかなっていうところだったんですね。でも、かといって私は別に誰にでも優しい人でいたいみたいな、そういうことは思ってないんですよ。だからなんか不思議だなと思って、いろいろ考えてて、なんかさ、皆さんも一緒だと思うんですけど、私はできるだけ毎日を気持ちよく幸せに過ごしたいんです。そう。24時間ずっとは、無理かもしれないけど、毎日ね。でも機嫌よくいられる時間が少しでも多い方がいいじゃないですか。だから、相手が不機嫌そうだからといって、私までわざわざ不機嫌になって、自分の気分を害する必要はあんまりないかなって思ってるんですよ。そうそう。そんな感じだから、人に丁寧に接するのも、親切にするのも、
相手のためっていうわけでは別になくて、悪い人になってないかな。そう。結局は、自分のご機嫌を守るためなんですよね。私的には。そう。なのに、配達員さんとのやりとりでは、相手の不機嫌にさ、引っ張られて、自分も不機嫌な返しをしちゃったじゃないですか。うん。相手に自分の機嫌のさ、コントロール権みたいなものをさ、リモコンみたいなのを奪われて、勝手にね、自分で自分をちょっと不機嫌にしてしまって、多分ね、それが結構悔しかったんだと思う。それが悔しくて、一日引きずっちゃったんだなっていうことに、気づきました。うん。心理学では自分の状態の責任とか決定権っていうのは自分にあるって考える、捉える傾向のことを、統制の所在、ローカスオブコントロールがうちにあるって言ったりするんですけど、私そのタイプなんですけど、頭では分かってたんですけど、自分が思ってる以上に自分のことは自分で決めたい派なんだなと思って、そう、改めて思い知らされましたね。そういうことにいろいろ気づけたっていう感じですね。皆さんは人と接する時の自分の態度について何か決めていることとか意識していることはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、本編はここまでですが、最後にご案内です。Patreon では YouTube で話しきれなかった、今回の心理学的な分析についてさらにお話をしています。今回、どうして似たようなやりとりだったのに、片方はハッピーで、もう片方はアンハッピーっていう真逆な結果になったと皆さんは思いますか？私はこれには2つの要素が関連していると思っています。一つはコミュニケーションの中で受け取っていた情報の多寡ですね。で、もう一つは自分自身の認知。これは考え方の癖かな。この2つが関係していると思っていて、心理学の視点でこの2つの出来事を比べてみると、その数分間のやりとりの中に人間関係の面白い仕組みがたくさん見えてくるんですよ。実はね。気になる方は、ぜひPatreonの方もチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。あとは、私のレッスンの生徒さんは、みんな YouTube を見てくださってるっていうことなので、ここでまとめてお伝えをするんですが、生徒さんでもしこのPatreonの心理学コンテンツに興味があれば、入る前にレッスンで私に一言声をかけてください。生徒さん向けのウェルカム特典として心理学コンテンツのゆりの茶の間プランを初月お得に試せるようにご案内しますね。はい。なので、入る前に声をかけていただけると幸いです。はい。では、今日はこのあたりにしまして、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。